こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はフランスのヒーロー、フランソワ・セベールを襲った1973年アメリカグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ヒーローか、ちょっと馴染みがないのよね。まあ半世紀も前のドライバーだからな。現役時代の活躍を詳しく知ってるファンは少ないかもな。グランプリで1回優勝した経験もある、実力や実績のあるドライバーだったんだ。1回って少なくない？ニキラウダなんか年に何回も優勝してるって言ってたじゃない。ラウダみたいなレジェンドドライバーと比べるなよ。それに日本人選手は毎年挑戦を続けているが、まだ優勝したことないんだぞ。F1 の優勝がどれだけ難しいか、まあそのうち角田裕樹が F1 で初優勝した時、どれだけ大きいニュースになるかで体感できるだろう。楽しみに待ってるわ。で、フランソワ・セベールだが、今日の F1 ファンにとってはその実績よりも事故で有名になってしまった選手だ。これから解説していくぜ。頼むわね。セベールは1944年2月25日、フランスのパリで生まれた。祖父はカルティエ創設時のメンバー、父は宝石商とあってとんでもなく裕福だった。ピアノ奏者となるべく訓練を受けていたが、10代後半の時に姉が結婚、夫は後に F1 ドライバーとなるジャンピエール・ベルトワーズだ。セベールはベルトワーズと親戚関係となったのをきっかけにモータースポーツに引き込まれた。1964年、20歳の時に家族の反対を押し切りレーシングスクールに入学。めきめきと力をつけた。2年間の兵役の後、1966年にフランスのローカルレースであるボランシェルに挑んだ。優勝の得点はなんと、フランス F3 への1シーズン参加だ。ボランシェルはフランス人ドライバー育成のために作られたレースで、フランス F3 のシート獲得を目指してレーサー志望の若手がこぞって参加していた。セベールはこの1966年大会で優勝。ルノーエンジンを積んだアルピーヌで1967年のフランス F3 を戦った。しかしこの優勝得点で得たシートはあくまで若手に F3 の経験値を積ませることが目的だ。マシンは古く、性能はライバルより劣った。セベールは目立った結果は残せなかった。だがアルピーヌはセベールの走りの才能を見抜き、翌1968年シーズンに向けてセベールにワークスチームの最新マシンのシートを用意した。セベールはこのオファーを断った。アルピーヌで走った1年間マシントラブルが多く、嫌気がさしていたのかもしれない。セベールはアルピーヌではなくテクノに移籍した。テクノ68を借り、1968年フランス F3 で総合優勝する。なお1965年には義兄のベルトワーズも優勝している。ここまで来れるのって一握りなんでしょうね。兄弟揃って優勝とか、すごい。F3 が主戦場だったテクノはこの年、試験的に F2 へ参戦していた。翌1969年、セベールもテクノから F2 へ参戦。なんと1回優勝し、総合でも3位の成績を残す。なんかトップドライバーって成り上がりの速度感が尋常じゃないわね。この F2 の活躍に目を光らせたのがテレルチームだ。テレルの大スポンサーであるフランスのエルフ社に配慮し、テレルはフランス人ドライバーを起用していた。だが現在在籍しているジョニー・セルボギャバンは翌1970年での引退が決まっていたため、ちょうどテレルはフランス人の公認ドライバーを探していたんだ。セベールはテレルと契約し、1970年第5戦オランダグランプリで F1 デビューする。この1970年シーズンは6位入賞が1回あったのみで目立った活躍はできなかった。しかしテレルのエースドライバーで昨年のワールドチャンピオン、ジャッキー・スチュワートを主として技術を学び、走りは切れ味を増していった。翌1971年シーズン、これまでマーチ供与のマシンだったのがテレルの自社開発マシンに切り替わると、セベールの走りは見違えて良くなった。第5戦のフランスグランプリで準優勝し、表彰台に初登壇。第7戦でも準優勝、第9戦で3位だ。最終戦、アメリカグランプリを残して総合4位につけていた。ちなみに首相はどんな感じなの？ジャッキー・スチュワートは第7戦終了の時点で優勝5回、準優勝1回で、残り4戦を残して自身2度目のワールドチャンピオンを確定していた。無敵すぎる1971年の最終戦、アメリカグランプリはスチュワートとセベールがワンツーで先行した。その日は40度を超える暑さでスチュワートのタイヤが思いのほか速くだれると、全59周のうち14周の時点でスチュワートはセベールにトップを譲った。フェラーリのジャッキー・イクスがスチュワートを抜き2番手。43周目にはファステストラップを記録し、セベールを猛追する。いよいよその差が1秒を切ったが、なんと49周目、イクスのマシンはオイル漏れを起こしリタイアとなった。セベールはこのオイルに滑ったマシンをかわそうとしスピン。フェンスに当たった。
危うくセベールもリタイアだったがマシンは無事ですぐコースに復帰できた。ラッキー、超ラッキー。最終的に2位と40秒差でセベールが優勝した。この優勝ポイントによって年間の総合順位は4位から3位に上がりシーズンを終えた。フランス人ドライバーのグランプリ優勝は1958年のモーリス・トランテニアン以来の快挙だった。そしてティレルはコンストラクターズチャンピオン、スチュワートはワールドチャンピオンだ。なんかセベール選手とその周辺がすごすぎる。ああ。端麗な容姿、そして F1 での活躍。セベールは特にフランスにおいては英雄的な扱いとなった。翌1972年シーズンは準優勝2回にとどまり、総合6位。昨年の成績を超えることはできなかった。ただしティレルと提携関係にあったマトラシムカからルマン24時間レースに出場。準優勝し耐久レースでも強さを見せている。なんかマシンの形がフォーミュラカーと全然違うわね。両方乗りこなせるなんて器用だったのね。そして F1 デビュー4年目、運命の1973年がやってきた。いよいよなのね。セベールの今シーズンの成績は良かった。優勝こそなかったが、準優勝が6回。残り2戦を残してポイントで3番手につけていた。2番手のフィッチパルディとはたった1ポイント差。十分逆転は可能だった。ちなみにトップとの差は？トップは主将のジャッキー・スチュワートだ。18ポイント以上離れており、優勝して9ポイントだからもう3度目のワールドチャンピオンを確定していた。スチュワートは残り2戦で F1 参戦がちょうど100回となる。今季限りで引退する腹積もりでいた。そんな強いのにどうして？スチュワートは F1 参戦9年目だ。いろいろな事故を見てきて、安全対策に自分の力を振るいたい気持ちでいたようだ。また、セベールの成長を見て、セベールにならティレルのファーストドライバーの座を引き渡せると踏んで決断したらしい。スチュワートは今シーズン調子よく戦うセベールの心を乱すまいと、シーズン終了後にセベールに打ち明けるつもりでいた。だがこの配慮は裏目に出てしまう。ティレルはスチュワートの引退後、セベールをサポートするセカンドドライバーとなるようジョディ・シェクターと次年度に向けた契約をするんだ。スチュワートの引退の意向を知らないセベールは、自分が切られ、代わりのドライバーとしてシェクターが加入するのだと勘違いしたようだ。シェクター選手の加入を聞いた時のショックは大きかったでしょうね。悪いことは重なる。14戦のカナダグランプリだ。セベールは、移籍前でマクラーレンにいたそのシェクターと絡んでクラッシュしてしまう。マシンは大破。セベールも足首を負傷する怪我を負った。ポイント2番手のフィッチパルディは準優勝し、ポイント差は7点に開いてしまった。そして最終戦の1973年アメリカグランプリを迎えた。場所はニューヨークの北西300キロにあるワトキンズグレンインターナショナルサーキットだ。山中にあるため高低差が大きく、高速コーナーが多い。1周5.4キロを59周し、計320キロを走って争う。2年前にセベールが唯一優勝したレースだ。10月5日、6日がグリッドを決めるための予選。10月7日、日曜日が決勝レースだ。天候は良かった。前のレースでセベール選手のマシン大破したのよね。マシンの用意とか間に合ったの？レースの数日前、マシンはなんとかイギリスから到着した。新車かつ新型だったためこれまでのマシンとは癖が違うはずだ。どこまでセベールがマシンの癖を把握していたかわからないが、予選2回目となる土曜日午前のセッションで1分40秒444というトップから0.8秒遅れ、4番手のタイムを記録した。かなり乗れてるじゃない、さすが。残り時間は数分、今からピットアウトしてももう1、2アタックしかできないだろう。午後にも最終の予選があり再アタックは可能だ。チームは午前はもういいと止めたが、セベールは、一っ走りしてポールをいただいてくるといいピットを出ていった。逆転で総合2位になれればスチュワートとワンツーでシーズン終われるから、必死だったのかもね。そしてピットアウト後すぐのことだ。エッセと呼ばれる3つのカーブからなる複合コーナーでセベールのマシンがクラッシュ。ガードレールがマシンとセベールを両断し、セベールは助からなかった。29歳だった。両断。どうしてこんなことに？これから解説するぜ。このマシンはセベールのティレル006003。エッセコーナー前の直線からだ。すぐ一つ目のカーブに入る。複合コーナーはリズムよく入って走っていかないと後半どんどん乱れてしまう。どうやらまず二つ目のカーブで左に寄りすぎ、タイヤが縁石の高いところを通ってマシンがバランスを失う。そして三つ目のカーブのイン側ガードレールに時速200キロ超で衝突。マシンはコースを横切りアウト側へ向かう。マシンはアウト側ガードレールに衝突。マシンは宙に舞い、上下を逆さまにしてガードレールのあるところに落ちてしまったようだ。誰もビデオや写真を残していなかったため、事故後の調査による推定だがな。上からガードレールに落ちたのね。ガードレールって凶器になるのね。セベールのマシン、
ティレル 006003はアルミモノコック。しかもギリギリまで薄く設計されておりなんと500キロ台という軽さだ。一方でガードレールはおそらく鋼板といって成分的にはほとんど鉄だ。ぶつかれば結果は明らかだ。ガードレールに垂直に落下したのね。マシンが避けて粉々に、ガードレールも痛ましくひしゃげたのね。ガードレール下部の破断は最初の衝突時、ガードレール上部の変形はマシンの両断時に発生したと思われる。かなりの速度を保ったまま衝突したのね。ああ。そして原因は言ったように縁石にタイヤを取られたためだと考えられているが、その二次的な要因として次の要素が挙げられる。1、セベールは、この最終戦が終わったらテレルから切られるのだろう、という心境にあったかもしれない。2、事故が起こった時、セベールの真後ろを走っていたのはテレルに移籍予定のジョディ・シェクターだった。これにセベールが動揺した可能性がある。3、セベールのマシンはブレーキ機構がボディ内部に組み付けられており、排熱に問題があった。スチュワートもこの問題により、先の1973年南アフリカグランプリでマシンを大破させていた。このブレーキシステムの不具合の影響が考えられる。4、スチュワートはこの区間を4速で走っていたが、セベールは3速を好んでいた。3速の場合、タイムは短縮されるがマシンが暴れやすい。5、2週間前のカナダグランプリで痛めた足の影響。いろんな要因が考えられるのね。事故の後はどんな状況だったの？セベールのすぐ後ろを走っていたシェクターはマシンを降りて駆け寄ったが、救助するでもなくその場で泣き崩れた。セベールは明らかに救助で同行できる状態ではなかった。その後シェクターは救助に向かおうとする他のドライバーに、行くなとしきりに言っていたようだ。ジャッキー・スチュワートは事故の一報を聞き、悲しみのあまりマシンの中からしばらく立てないでいた。事故自体のショックもあったが、こんなことならファーストドライバー以上をもっと早くセベールに打ち明けておけば、という後悔もあった。おめでとうセベール、翌年からは君がテレルを引っ張るファーストドライバーだ。その言葉を伝える機会は永久に失われてしまった。辛すぎる。なお土曜日午後の予選は時間を遅らせて開始されたが、テレルのチームは決勝レースを含めて欠場した。このレースには義兄のジャンピエール・ベルトワーズも参加していた。とても走る気にならなかったがチームが違うため欠場など許されない。14番グリッドからのスタートで9位だった。シェクターはマシントラブルで途中リタイア。優勝はロニー・ピーターソン。ポール・トゥインだった。このピーターソンにポイントで抜かれ、セベールの1973年シーズンの総合順位は4位となった。なおこのレースには F1 デビュー1年目のジェームス・ハントや、来年フェラーリに移籍し開花する前の、ブリティッシュレーシングモータースのマシンに苦労するニキ・ラウダの姿もあった。以降は後日談だ。10月6日の事故後、10月11日に生まれ故郷のパリでセベールの葬儀が行われた。続いて10月14日、ワールドチャンピオンを決めたスチュワートの祝賀会でスチュワートは引退を表明した。完全な引退ではなく、開発部門のアドバイザーや雑誌のライター、映画の出演など、様々なオファーがあり、それらに応えていくようだ。シェクターはやむなくテレルのファーストドライバーとなった。運転の荒さが評判だったが、事故の目撃後ははっきりとその姿勢を変え、安全運転に努めるようになった。ワトキンズグレンサーキットは1975年に改修され、事故のあったエッセコーナーには、減速させるための試験が追加された。以降このサーキットは1980年まで F1 で使用された。現在でもワトキンスグレン6時間耐久レースなどで使用されている。フランソワ・セベールは現在でもレジェンドドライバーとして、特にフランスでは称えられているぜ。フランス人ドライバーのジャン・エリック・ベルニャがセベールデザインのヘルメットを使って話題になった。他にもセベールの名前が付いた学校や道路があったりな。以上、今回はフランソワ・セベールと1973年アメリカグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。